ごめんごめん。こつって言ったね。まっちゃんじゃなくてた。はい、ババンババンバンバアミバビバビバババンババンバンバアミバノノ。ババンババンバンバアミバビバビバババンババンバはーバンノン。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャトラのまさるくん、グレーのぐちゃん、画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。新年一発目の通常ライブでございますが、本年も何も変わらず、相変わらずな、状態で続けてやってまいろうと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、今日もカリカリ、引くほど残ってたけど、いつの間にか、まとめてやったらいつの間にかだいぶなくなってて、で、まだでも残ってるからね、鰹節かけてやったら、鰹節かけてやると、まあだいぶな、でもまだ一口。あ、でもぐーちゃんが食べっかな。ぐーちゃん全部食べてくれるんだよね。さえさん、はい。藤子さん、皆様、新年明けましておめでとうございます。たぬこさん、明けましておめでとうございます。ありがとうございますって、なんかありがとうございますはちょっと違う気がするけれども、本年も、お付き合いよろしくお願いいたします。さやさん、元旦の夜からやる気満々ですね。そうですね。やる気満々なのか、どうなのか、まあ、昨日は頑張ったと思いますけどね。だから1年分の頑張りを昨日全部ね、使っちまった感じ。なので、これからはいつも通りになりますので、よろしくお願いいたしますという感じでございます。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、今は亡き、この番組のチーママのたけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、
一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティース、ぐーちゃん。ジャスティース。ねえ、にゃんこも正月だからって何も変わらず冷たいご飯でごめんよ。寒いのにな。あー新年一発目の塩入り左右。まあ、朝も飲んでるんだけどな。ここのライブでの塩入り左右は、新年一発目でございますな。ねえ、せいさん、たぬこさん、こんばんはでございます。カニタンさん、ジャスティース、ピヨンさん、ルネッサンス、ジャスティース、ヨッシーさん、ジャスティース、さゆりさん、ジャスティース、新年最初もホットおしるこドリンク、ちょっとお餅入りでジャスティース、おめでとうございます。おめでとうございます。でもなんか違う気がするけどな。最適な言葉が思いつかない感じでございますよ。じゃあ、これが邪魔なのかな。ごめんなさい。やっぱりあったかいと食べれるんだな。いつもね、このヒーターね、つけてないからさ、ライブの時だけつけてるからな。部屋の中寒いんだよね。寒い部屋ではちょっと冷たいご飯がね、にゃんこも食べるのは辛いのかもしれないな。たっぷり残っていくかな、毎日毎日な。で、あとは何の話したらいいんだろうね。話のネタ今日はいつもにまして何もないからさ、とかって思ったんだけど、ただ今日ね、地震あったよな。いや、こんなことになってるとはっていう感じで、どんどんね、なんか緊急ライブの動画がどんどん増え始まったんで、なんか、だいぶ大きな大ごとになってたんだなっていうので、あらあらあら、そうかっていう感じだけどさ、昼間っていうか夕方だったっけね。今年もね、1月1日、今日はね、超開運日らしいから、今日やったことがね、波及して広がっていくみたいだからね。だから今日中っていうか、まあ、毎年ね、1月1日に、今年やるべき100の目標っていうのはね、作ってるっていうのをやってるんだけどさ、それを今日もね、やってたんだよね。で、やっぱりちょっと、机に向かってやるかっていうか、最初は寒かったからどうしようかなと思って、ここでやろうかなと思って、ね、ノートを持ってきたんだけど、ここちょっと薄暗いんでね、眠くなっちゃうんだよね。で、ノートもね、書きにくいからさ、ここさ、こたつだからさ、ちょっとやっぱりやりにくいなと思って、しょうがないなと思ってね、あっちの、キッチンの方の机でね、やろうと思ってさ。で、それにはちょっとね、今日は割とね、普段に比べたら、まあまあ、あったかい方ではあったんだけど、やっぱりちょっとね、じーっとしてるのには寒いかなっていう感じだったんで、しゃあないと思って、エアコンをつけて、で、やってたんだよね。で、やってたらね、なんか夕方ぐらいだったらね、なんか微妙にちょっと揺れてるかな、みたいなね、感じだったんで、微妙になんか揺れてるけど、揺れがちょっと気持ち悪い感じっていうの、東日本大震災の時と同じような揺れだったんでね、大きさ的にはさ、すごい微妙な感じだったんで、なんかわかるかわかんないかぐらいの感じでね、にゃこたちも特に騒ぐわけでもなくみたいな、ただなんか今もしかして揺れてるみたいな感じで、家の中のいろいろとさ、揺れるものを見るとさ、やっぱり全部揺れてるんで、あ、これ揺れてるよねっていう感じだったんだよね。まあとにかく感じるか感じないかぐらいの揺れだったんだけどさ。で、パソコンね、開いたら、今すぐ高いところに逃げてくださいみたいな、なんかそういう警報っていうのかなみたいのがね、あったんでさ、なんか、やっぱり揺れ方がね、東日本の時みたいな揺れ方だったんで、まあ、どっかの地域でね、なんか大きい地震があったのかね、なんていうふうに思って、で、それをね、クリックしてみたんだよね。詳しい地域はこちらみたいな感じで。そしたら日本海側だったんだよね、全部ね。ああ、なるほど、通りでと思って。だから東京の方はそんなにね、
あんまり揺れを感じなかったんだなと思ったんだけど、まあ、にしてもさ、その日本海側のね、揺れがさ、こっちでも感じられるぐらいなんだからさ、結構ね、でかかったんだろうね。てか、日本海側は全部っていう感じだったもんね。だから、あ、でかかったんだろうね、なんていうふうに思ったんだけど、まあ、そしたらね、緊急動画とかっていうのでね、上がってきて、で、それを見たらね、なんか、その政府かなんかが発表してるのとはだいぶかけ離れたね、情報らしくって、で、最初出てきた情報はね、なんかだいぶ削除されちゃってるらしくって、なんか本当の報道が日本ではされてないみたいで、なんかね、アメリカとか外国の方のが、なんかね、数値がでかくて、そっちの方のがなんかちゃんとしたこと言ってるらしくって、だいぶね、日本人の情報とかけ離れてるっていうね、なんか話だったね。えーっと、カニタンさん、ピョンさん、ヨッシーさん、こんばんはでございます。さゆさん、たけしはリストラですかね。ちょっとこのテントには入れられないっていうか、それで地震が来て倒れたらもうわしら死ぬからさ。ちょっと危ないんで、安全な場所に移動してもらいましたよっていう感じね。玄関に、たけしは玄関におりますよ。さゆりさん、地震、北陸の方は大変みたいですね。ね、能登半島で、能登半島って私知らなかったんだけど、最近その地震のね、話で、結構能登半島がそういう今回みたいに大きな揺れをさ、しょっちゅうしょっちゅうね、起こすみたいなんだよね。で、今回もまあそんな感じで、ただ今までの中で一番でかい地震らしいんだけど、今回の地震がさ、なんかそんなんでね、で、能登半島って知らなかったからさ、あ、能登半島っていうのがあるのかって、まあね、なんとなくはさ、分かってはいたんだけど、ちゃんと意識して見たことなかったからさ、あ、ちょっと能登半島っていうところ興味あるなと思って、まあ地震の時はね、ちょっとあれだけれども、あ、能登半島っていうところがあるのか、生きてるうちに一回ぐらい行ってみたいな、みたいにね、思った感じだったかな。まあ、今の地震の時はね、津波が結構ね、もう本当、東日本の時の映像みたいにね、みんななんかね、悔しいけど酒蔵の人が、なんかね、もう逃げなきゃいけないみたいな感じで、なんか、ああ、そうだよね、と思って、手塩にかけてね、育ててるもんね、っていうのでね、ああ、そうだよね、なんて思いながらさ、見てたんだけどね、そんな状態に今なってるみたいだもんね。と、地震、北陸の方は大変みたいですね。ね、で、その揺れがね、千葉でもその津波がね、起きてたりとかするらしいからさ、あ、そうなんだ、こっち側もね、影響があるんだねっていうのでね、だからまあ、まだ油断を、許さないっていうのかな。まあ、まだまだね、東日本の時も結構長かったもんね。そんな感じで今後も続いていくのだろうから、まあね、正月早々な、日本っていうのはな、まあ、しょうがないよねっていうね、感じだったよな。まあ、とにかくこの寒い時にさ、東京だったらもう無理。もう助かったっていうもう感じかな。ありがとうございましたっていう感じだったかな。無事、日常生活過ごすことができてね。よかったですっていう感じかな。第3東日本大震災と同じ震度7みたいですね。そうそうそうね。かぬこさん、けもちさん、こんばんは。さゆさん、テレビのお正月番組がすべて見えない。地震速報になってました。ああ、そうなんだね。うん、だからさ、その正月用にさ、動画撮りためてる人の、なんか、内容がね、かけ離れてるっていうのかな。もうほぼどこもかしこもさ、地震緊急動画にさ、切り替わっちゃってる感じっていうのかな。だからなんかね、ちょっとネタが、温度差っていうのかな。が違っちゃって、ああ、残念みたいな感じになってるね。ねさん、藤子さんはライブ中に震度5の地震があった時あったね。
あったで、そういえばね。平気な顔で全く、びくともしなかったですね。ね、もう、真っ先に死ぬタイプ。真っ先に死ぬタイプだよって感じかな。そうなんだよね。なんかね、あんまり、地震は怖くないっていうのかな。わかんないけどね、本当に大地震ね。震度5ぐらいだったらさ、時々あるじゃんか。マグニチュード7、震度 7？ 震度7は経験してないからさ、東日本の時だって大きい揺れではあったけどさ、震度7ではないじゃん、東京はさ。震度5ぐらいだったよな、せいぜいな。っていう感じなんでさ、だいたい震度5は経験してて、で、大きい地震だと震度5っていう感じでね。で、経験してるからなんとなくっていう感じ。で、ほら、家のものが震度5ぐらいだと、倒れないっていうか、置き方っていうのかな、ものによってはさ、倒れることもある揺れではあるんだけど、とにかくうちはそんなね、倒れるものがなくて。だからあんまりびくともしない感じ。だからそれこそね、でっかい地震の時、たけし危ないわけよ、近くにいるとさ。あれ、あれ殺人狂気だからさっていうね、感じなわけよ。で、そうそう、平気な顔でやってましたね。さすがに、さすがに視聴者は引いたみたいだもんな。何事もなかったように普通にライブ続けるところがな。ほんと失礼しました。失礼しましたっていう感じよね。だからさ、夜中とかに地震あると、全然気づかないんだよね。だからよく学校に行って、ね、で、翌日っていうのかな、夜中とかに地震があった時、昨日地震あったよねとかっていう話題があるとさ、え地震なんかあったみたいな。そんな感じでね、もう全然人となんだ話がついていけないっていうのかな。本当に同じ世界に暮らしてましたみたいなね、感じになっちゃうんだよね。こんな感じで、だから今日の揺れは、東京はね、弱かったからっていうのもあるけどさ、そんな感じなんで、地震に関してはな。火事もそんな経験してないから、わかんないっちゃわかんないけど、どっちかっていうと、地震よりも火事の方のが、怖いんじゃないのかね。せいりさん、うちは耐震構造になっていないので、大きな地震が来たらイチコロです。ああ、そうなんだね。耐震構造か。耐震構造はよくわかんないな。どうなんだろうな。とにかく、落ち着き払ってんのは備蓄してんのもあるよね。散々、散々ね、なんかわかんないけど、備蓄しとけっていう流れになってっから、備蓄しとこっか、みたいな感じでね、なんかだいぶ、備蓄されてるんで、いいか、みたいなね、そんな感じになっちゃって、避難しろって言われたら全然ね、備蓄してたところでどうしようもない感じにはなるんだけど、そうでなければ、うちでとにかく籠城するつもりでいるんでね、絶対避難はせず、ここでね、死ぬ覚悟でいるんでさ。それだとな、備蓄あるから、なんとかなるかみたいな、そんな安心感もプラスされ、なんか特にあんまり怖いっていう感じにはね、なっておりませんっていう感じでございますよ。で、あとは今日はね、もうほら、スーパーなくなっちゃったからね、昨日で閉店しちゃったからね。あとはうちの目の前のスーパーはやってるし、で、年末年始もね、ずっとやってるお店だからさ、またね、野菜がちょっと安かったりとかしたら、なんか買おうかしらと思ってさ、ちょっと一応覗きには行ったんだよね。だけどね、白菜は割引されてなくて、で、今野菜、ね、安い野菜っつったら白菜ぐらいでさ、あとみんな高いんでさ、割引のシール貼られてたところで、なんかあんまりお得感ないんだよね。だから、いいかなと思って。
結局何も買わずじまいで、帰ってきちゃってね。だから今日は結局お金使ってないのかな。お金使ってなかったんだけど、まあ今日はね、今日やったことはなんだ、一粒万倍で、だから万倍になるのかな。なので、あまりお金使わない方がいいらしいんで、正月ってな。なので、結局お金使わなかったから、よかった。よかったよ、みたいなね。なんかね、正月、3日間、3日まで、絶対にやっちゃいけないことみたいなのがあって、で、それが掃除と、掃除って3日までやっちゃいけないんだと思ってさ。で、あとは洗濯。洗濯はうち無理だからごめん、としがみさん。としがみさん来てくれたみたいだけども、もう水に流してしまったんだよね。私はすいませんでした。みたいな感じなんだけどさ。まあ洗濯もしちゃいけないらしいんだよね、3日まで。とにかく3日まで三が日っていうんだっけまでは、としがみ様がね、来てくれてるんで、その間は、まあ、ゆっくりしろというか、掃除もしちゃダメだし、で、洗濯もしちゃダメだし、で、料理もしちゃダメなんだよね。で、今日は、とりあえず料理はしてないからセーフ。結局野菜買わなかったからね、料理してないでセーフって感じなんだけど、なんか包丁使っちゃいけないらしいんだよね。あと火も使っちゃいけないのかな。とにかく休ませなきゃいけない。そういう道具たちのお休みの日みたいな感じで、なんか休ませなきゃいけないみたいなんだよね。確かにさ、嫁に行った時に、なんか誰も理由は知らなくて、ただね、伝統的にやってたっていうだけで、理由を聞いても誰も答えてくれないんで、だから私納得いかなくてすごい嫌だった、習慣があったんだけど、お風呂入っちゃいけないっていうのでさ、でも寒いんだよ。で、寒くて、で、突然言われるわけよね。前々から、正月の日は、なんだっけ、伝統行事でお風呂入んないからみたいに、まあ言われてればさ、そうなのかと思って、それなりのさ、準備をさ、しとくじゃんか。それがないまま、今日お風呂入れないからみたいに言われるわけよ。夜になって突然さ、もうみたいな。感じでさ。で、理由が誰も知らないんでさ、教えてくれないんですげえ納得いかなくてさ、嫌な風習があったんだけど、そういうことなのかなと思って、もしかしたら年神様が正月はいるから、それで料理をしないためになんかおせち、ね、3日間ぐらい持つように、濃い味付けでね、おせちってつくんだよね。で、常温で置いといても傷まないようにっていう感じで、作るんだよね、おせちってね。で、あれはさ、その濃い味付けだからさ、お酒飲む人にはどうやらおせちってさ、合うからいいみたいなんだけどさ、とにかく私みたいにお酒飲めない人はさ、もう何がいいんだかわかんない風習なわけよね。なのでね、冷たいほら、ご飯食べなきゃいけないし、寒いのに。で、ね、お風呂には入れないし、で、調理もしちゃいけないからさ、火で温まるっていうこともできないわけよね。だからなんかもうさ、田舎の寒い地域だと、本当拷問みたいな、なんかそんな、日だったんだけど、正月ってさ。もしかしてそういうことだったのかなって、今頃になってね、理由がわかるみたいな。年神様の、ことだったのかなってね、今日はちょっと思った、感じでございました。地震速報になってました。そうなんだな。平気でびくともしなかったよな。さゆさん、うちは耐震コード4だ。スーパー、元旦から営業していると助かります。そうだよね。大手の百貨店は2日からの営業多いみたいですね。そうそうそう。ね、で、今日ほら100の目標を立てるのにさ、どうしようかなと思って、あと20個ぐらいがね、まだね、埋まんなかったんだよね。まあ今まで立ててた目標を改めて見るとさ、毎年毎年叶ってないんでさ、次の年、次の年にずーっとね、何年間も繰り越しされてたんだけど、今改めて見てそれらの叶ってない、
目標なんか叶えたいかっていうとさ、なんかそうでもないな。なんか別に叶えても嬉しくもないなっていう感じの目標だったんで、それらをもうね、繰り越ししないことにしたんだよね。そしたら20個ぐらい余って、で、どうしようかなって思って考えてて、でね、アンテナショップ、旅行にね、行けなかったとしたら、アンテナショップで、なんかランチ食べれるところあるかなと思って、なんか確か前はそんななかったと思うんだよね。本当にアンテナショップってお土産ものっていう感じだったと思うんだけど、今調べてみたらさ、結構ね、なんか飲食店併設してるところがほとんどで、なんか大体みんなね、ランチ食べれるみたいなんだよね。値段帯がわかんないからさ、詳細知りたいよと思って調べてたんだけど、やっぱり大概ね、1日1日は休んでね、なんか2日からの営業のところが多いみたいで、営業してるところはね、なんかすっごい混んでるみたいで、混んでるグラフ、通常より混んでますっていうのがさ、ぐわーって上がっててさ、もう真っ赤っかになってて、すっげえ、みんな出かけんだね、みたいな感じでね、思っておりました。まいさん。主婦のお休みの日って言いますよね。ああ、そうだね、そうだね、正月ね、そう。だからさ、主婦のお休みの日って言うんだけどさ、通常通りのさ、ことができないってなるとさ、なんか手持ち無沙汰っていうのかな。だから結局みんながね、主婦のお休みなんだから休んでていいよっていう、頭でいてくれるならいいけど、そうじゃないじゃんか。結局結局なんか人来るしみたいのでさ、いつもよりなんか忙しいのにさ、いつも通りにできないって、じゃあ何したらどうしたらいいのみたいな感じで、なんかかえってストレス溜まるみたいなさ、そんな感じだったんだよね。せいじさん、お風呂地元のさ、温泉があるんでね。で、しょうがないから、今日お風呂入れないからとか言われて、はぁみたいな感じでさ、で、じゃあ温泉行くよと思ってさ、混んでるだろうけどと思いながらさ、温泉向かったらさ、もうさ、早く閉まるわけよ、やっぱり正月だから。なんか通常だとまあ8時、9時ぐらいまで営業してんのかなっていう感じなんだけどさ、なんか6時ぐらいで閉まっちゃうわけよね。だから行ったらもうね、閉まっちゃってて、入れなくて、なんかもうさ、入れないと思うと、本当寒さが身に染みてさ、もう惨めな気持ちっていうのかな。もう泣きたくなるっていうか泣いてたよな。まあそんな、期間でしたよ、正月って言ったらな。さゆりさん、まいさん、こんばんはでございます。さゆりさん、福袋は買ったことありますか？私は買ったことはないです。そうだね。意外と、買いそうだけど買わないんだな。半分はいらないものが入ってそう。そうそうそう、そうなんだよね。私も自分で福袋買ったことないかな。なんか親が多分1回ぐらい買ったことあるのかな。なんかいつも買う人ではなかったと思うんだよね。ただ買ったことなくはないんじゃないかなって感じ。なんかよくいらないもの入ってるものをね、買ってくることがあった気がするから。なんかね、安いからって理由で買うんだよね、うちの母親はね。なんか好きだから欲しいからっていう理由じゃなくて、安いからっていう理由で買い物をするんだよ。それで多分安いからって思って買って、だからまあ、いらないものよく入ってるの買ってくるのはあれだ、手芸のもんだね。なんか手芸の用品がなんかセットになってて安かったからみたいな感じで、買ってきて、で、結局いらないものが結構入ってるみたいなね、ことがあったかな。だから、福袋ではないかもしれない。だから福袋自体は1回ぐらい、やっぱりほら、近所のママさん同士の、まあ、お友達っていうのかな、付き合いみたいので、なんか福袋買おうよみたいな感じで誘われて、じゃあ買おうかみたいな感じでね、なんか買ったことはあるんじゃないのかなって思うんだけど、私は福袋は買ったことないかな。ねえ、さゆりさん、私の祖父の時代は、電気店の福袋を買ったら、
同じメーカーの置き時計が2つ入ってたそうです。へえ、そうなんだ。まあ、文句は言えないよね、福袋。だからね、何が入ってても、ね、文句なしよっていうことだからな。なるほどな、そういうことがあるんだね。よしさん、欲しいものは買うな。必要なものを買え。言いますね。確かにな。確かにな。だから私よくね、そうやって自分に言い聞かせるっていうのかな。最近はそれないけどさ、最近は欲しいものを買おうっていう風にしてるんで、の考え方改めたんでね、最近はないけどさ、前はよく買い物行って悩んだ時ね、どうしようかなって悩んだ時に、いや、どうしてもね、必要なものだけ、買いましょうっていうのでね、じゃあこれは必要か必要でないかって考えた時に、必要ではないよねと思って、で、諦めてっていうのかな、買って、必要なものだけ買ってみたいな人生だったんでね、諦めるっていうのは、ダメっていうか、なんか意味ないというか、何のために生きてるのかっつったらさ、まあ楽しむために生きてるわけだから、なんか諦めるってなんか違うかなって思って、最近はね、最近は欲しいなって思ったものを、買うことにしてるね。さゆりさん、売れ残りの寄せ集めでしょうか？そうだね。売れ残りの寄せ集めだと思います。カニタンさん、昔、服の福袋を買ったら、自分が着たことがないテイストの服が多くて、ちょっと着てみて、割とすぐ処分しました。あ、そうなんだね。そう、逆にいいところっていうのかな。自分じゃ絶対選ばないものを、なんだろう、着用するチャンスではあるからね。まあ、そこで新たな体験というのかな、発見というかな、があるっていうこともあるだろうから、そういう意味でね、まあ、ちょっと挑戦してみるっていうのかな。まあ、それでお得感がね、楽しめて、味わえて、でね、新たな経験もできるんだったら、まあ、そりゃお安くね、いい、チャンスに巡り会えてね、いいんじゃないかっていうね、考え方もあるっちゃあるよね。さゆりさん、よっしーさん、おっしゃる通りですね。カニタンさん、マイさん、悩んだら1週間待ってみて、あ、そう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 ね。まだ欲しかったら買う。そうだね。時間を置くのって結構あるよな。そう、私もあるな。だから買い物、インターネットでさ、買い物をするときにどうしようかなって思ったときに、なんかしっくりくるんだったらすぐ買っちゃうんだけど、なんか、なんとなく微妙になんかしっくりくるような、来ないようなっていう感じで、ちょっと悩みがあったときは、って思って、一旦置こうか。一旦置こうか、みたいな感じで時間置いて、で、まあね、それでも、やっぱり、やっぱ買っといた方がいいかなっていうふうに思った時は買うし、なんかそうじゃない時はやっぱり一晩とかね、二晩とか寝かして、やっぱいらないやと思ってね、やめる時もあるし、まあそんな感じでさ、インターネットの買い物がさ、お気に入りに入れといて、まあ忘れないように、情報として忘れないように、お気に入りには入れといて、で、結構ね、そのお気に入りがずーっとさ、何年もね、溜まって、楽天とかさ、溜まってて、で、最近ね、そのお気に入り整理したっていうのかな、があったんだよね。で、見るとさ、まあ、だいぶ商品なくなってるのもあるんだけどさ、まだ残ってるのもあって、で、改めて見るとね、今考えると全然欲しくないものばっかり、なんかお気に入りに入れてたからさ、買わなくてよかったな。買わなくてよかったなっていうものがね、結構お気に入りに溜まってるんだよね。ってことは、まあ、この調子でね、結構いらなかったなって思うものも、今まで買ってね、で、生活してたんだろうなって思うとね、だから、まあ、結局は、どっちでもいいっていうのかな。結局は失敗してる。だから自分の中では、
ちゃんとしたお買い物したなって納得してるけど、その時はね。まあ、後々考えれば、あれ無駄だったなって思う買い物ね、結局してんだろうなっていう風にね、思っちゃうんだよね。さゆりさん。服はサイズが合わないとダメですね。そうだね。着心地が良くないと着ないからね。ティオンさん、居酒屋のおすすめメニューも在庫処分説ありますね。ああ、そうなんだね。さゆりさん、デパートの福袋は行列で並んですぐ売れてしまうものがあるようですがね。一体何が入っているのでしょうかね。だから、福袋をいつも買う人は、なんだろうな、目利きができる人なのかね。ここの福袋はいいものが入ってるからみたいに、そういう目利きがちゃんとできる人が並んで買うんだろうねって思うんだよね。特別安いわけではなさそうな気がするんだけど、どうなんだろう。さゆりさん、居酒屋の在庫処分は怖いですね。そうだよね。食べ物の在庫処分は怖いよな。ガニタンさん、賞味期限ギリギリか。ね、どうなんだろうな。まあ、私ほら、居酒屋ではないからね。飲食店で、まあ、チェーン店の飲食店で働いてただけなんで、まあ、居酒屋とはね、状況が全然違うけど、そういうところのおすすめはね、そういう在庫処分では全くなかったね。まどかさん、こんばんは。ボンソワ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。カニタンさん、まどかさん、明けおめです。さやさん、まどかさん、こんばんはでございます。まいさん、居酒屋でバイトしてたとき、おすすめは、自分が好きなチキン南蛮をおすすめしてた。ああ、そうそう、そういうのがいいよね。そう、店員さんのおすすめが、情報が欲しいわけよ。情報が欲しいわけよね。まあ、おすすめされたからって私の場合は必ずしもさ、注文するわけじゃないんだけど、まあ、そこが失礼極まりないっちゃそうなのかもしんないけどさ、参考にしたいわけよね。情報が欲しいわけよね。で、ほら、私の場合は乳製品が苦手なんで、そういう自分が苦手なものを勧められたときはさすがにちょっとっていう感じで。で、ほら、乳製品好きな人多いからさ、おすすめされること多いわけよね。なので、大概、おすすめされたところで、じゃあそれでっていうことはほぼないんだけどさ、ね、で、その従業員の方の、そのね、おすすめの情報が欲しいわけ。で、どれがおすすめですかって、まあ、聞いたりとかするんだけどね。で、逆に自分が店員やってる時に、なんか、どれがおすすめですかって言われた時に、って言って、なんか自分のおすすめをね、おすすめするとさ、ほら、一般的な人と私、ほら、味覚が違うわけじゃんか。その食べ物の好みが違うからさ。だから自分の好みをおすすめしていいのか、それともよくね、注文を受けるものをおすすめしたらいいのかっていうので、悩んで、まあ、どっちもっていうのかな。大体皆さんこれを注文されてますね、みたいな。よく注文されるものをね、なんか情報として提供したりとかしてたんだけど、まあ常連さんがそういう私のやりとりを聞いててね、そういう時は全部おすすめですって言わなきゃダメなんだよとかって言われて、いやあ、そうかとは思うんだけど、ああ、そうかとは思うんだけど、実際逆にさ、自分が逆の立場でさ、ね、おすすめなんですかって聞いた時に、全部おすすめですって言われるとさ、なんかさ、この人私の話聞いてたってちょっと思いそうな気がしてね。なんか全部おすすめですって言われてもあんまり嬉しくないっていうのかな。なんか要は答えが得られないわけじゃんか。なんかそう思ってね、なんか、ああ、確かにそうですね、とはまあ返すんだけどな、まあね、その時その起点が効かなかったのは店的にはね、ああ、そうかとは思うんだけど、自分自身が逆の立場だった時にさ、同じこと言われたら、時々たまに言われることあるんだよね。おすすめ何ですかっていうふうに聞いたら、全部おすすめですって言われて、
なんかこの前のかき狩りの時がそうだったかな。なんかそんな感じでね、なんか、っていうね、感じになっちゃうんで。だから大概、まあ、よく注文されるもので、まあ、自分的にはね、どれが好きかなみたいなね、これとこれだったらどっちっていう風に言われた時には、私だったらこっちとか、なんか言ったりするけど、みたいなね。そう、だから自分のね、その人の自分の好きなものをお勧めされるのが一番嬉しい。一番嬉しい。ね、だからお店的にはこれを売りたいとか、そういう立場でね、ものを言われるんじゃなくて、自分の意見をね、言ってくれる時が、一番ちゃんとね、客としてっていうのかな、人間として、対等に扱ってくれてるっていうのかな。なんかそんな感じがして嬉しいな。さゆりさん、店員さんのおすすめなら安心ですね。そうそうそうね。店員さんのおすすめだったら、だったらうまいんだろうな、みたいな感じあるよね。さゆりさん、私はお酒が飲めないので、美味しい料理のあるお店がいいです。そうそう、そうなんだよね。で、大概さ、アンテナショップでね、飲食できるのって、なんだ、試食みたいな感じでさ、で、お酒が売りなところが多いんでさ、そうするとね、お酒飲める人ならまあ楽しめるんだろうけどさ、お酒飲めない人はちょっと楽しめないわよね、みたいな、昔はそんな感じがあって、別になんかアンテナショップ特に興味なかったんだけどさ、今日調べてみたらね、割と、フードの、おすすめっていうのかな、なんか有名なものを、なんか食事でね、できるみたいだったんで、で、値段帯がいくらなのかなと思って、まあ、ピンキリっていうのかな。広島だったらお好み焼きのところがあるんで、お好み焼きだったらそんなね、バカ高くはできないからさ、まあ、それぐらいだったら食べれるかなっていう感じなんだけど、まあ、牛肉とかね、なんだっけ、名物、名産にしてるところだとね、一番安くて2500円からみたいな、そんな感じなんだよね。まあでもね、普通に、なんだろうな、その辺の一般のね、えっと、飲食店っていうか、まあ、フランチャイズの、レストランっていうのかな、ファミレスに行くよりも、やっぱりそういうところのね、食事をすれば、確実にね、美味しいもの食べれるんじゃないのかいみたいなね、学習を今日はしましたという感じかな。さゆりさん、病院の入院患者さんに出す食事も、最近はエビフライ定食とか、ハンバーグ、えーチキンピラフなどもあります。ああね、なんかさ、そう思うんだけどさ、まあね、昔はそうだね。入院すると病院食は美味しくないからみたいな、なんかそんな話だったっけ、薄味でみたいな。でもまあそれでいいと思うんだよね。だって病気なんでしょ。病気なんでしょって感じよね。怪我の人だとね、怪我の人だったら別に病気ではないからっていうので、そういう味の濃いものだったりとか、普通なね、食事が出るみたいだけどさ、病気の人に出すね、食事でさ、っていう感じだもんな。それ、それ全部病気になる食事ですから、みたいな感じで、なんかもう突っ込みどころ多い食事が結構ね、出てて、で、それよりも何よりもさ、まあ、病院食はさ、逆にね、病人に出すにはちょっとどうなのっていうさ、まあ、そんな豪華なっていうのかな。そんな食事だけどさ、子供の給食よね。最近の子供の給食さ、まあ、ひどいからさ、もう給食やめなよって感じね。もう諦めなよ、給食。弁当にしなよ。その方がいいからっていうね。その方がね、健康的な食事もできるだろうしさ。でも給食やめなよみたいな感じよね。今ね、子供の給食ひどいもんな。えーっと、チキンピラフ。
まどかさん、わっちも最近アルコールは一滴も飲んでません。お酒好きな人だったのかな、まどかさんはな。まあ、そもそも好きでなければね、そんな飲まなくてもっていうことはあるんだろうけど、好きな人だったらね、まあ、味覚が変わったみたいなところがあるのかな。さゆりさん。病院食は基本薄味、調味料は控えめですからね、そうだよね。もうそれでいいじゃないの。だって病気なんでしょって感じだもんね。それなのにさ、その入院してるの人の食事のね、写真とか見るとさ、もうってなんか突っ込みたくなる感じだからな。それじゃ絶対健康にならないよ、みたいなね。まあそんな感じだもんね。で、あと何の話したらいいかな。あとは何の話だったっけ。ああ、塩左右一気飲みしてしまった。タロットカードタイムでも行こうか。本日もタロットカードタイムでございますので、あと5分だけど。このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、あとは何があったっけ今日は。買い物行かなかったんだ。で、福袋も買ってないし、あと何したんだっけ。今日はね、年明けうどんか。年明けうどん作ったよね。で、昨日のお稲荷さんもまだ残ってたんで、ただ、めんつゆがないからね。そうで、スーパーにどうしようかな、めんつゆ買いに行こうかなっていうふうに思ったんだけど、なんかいざね、めんつゆ買おうかなって思った時に、でもなと思って、うちにある野菜ブイヨンでいいかと思ってね、野菜ブイヨンで味付けして、で、うどん煮て、でね、卵があるから溶き卵で、で、昨日残ってたお稲荷さんも入れて、でね、年明けうどん食べたんだけど、年明けうどんな、やっぱりお稲荷さんが昨日は半分酔ってるような状態っていうのかな。お酒は飲んでないけど、昨日は半分酔ってるような状態で食べてたから、まあそんなね、まあそんなにはあれだったけど、やっぱりね、まあ昨日1個だけだったからね、1個しか入ってなかったんで、まああれだけどさ、残ってるね、お稲荷さん2個さ、と仕上げうどんに入れて食べたらさ、もう酸っぱくってやっぱり、中のご飯がな、中の酢飯がさ、やっぱり合わねえな。やっぱ合わねえなと思ってね。お稲荷さんは今後二度とうどんには入れないでおこうと思いました。ねえ、さゆりさん、アルコールやタバコはやめる人が多いですね。病院でも外来の禁煙、外来治療をやってます。本人の意思によりますが、成功率は50%ぐらいですね。そうだね。何事も本人の意思だよな。さゆりさん、タロットカードシャッフルスタート。まどかさん、ところで、藤子さん、先日風邪ひいてたとき、コロナのテストしましたしません。ヨッシーさん、小学校の給食は世界でも珍しい制度ですが、私は賛成です。一日の栄養を給食でしか取れない子供がいるらしいです。ああね、そういうのもあるよな。マイさん、スタート。カニタンさん、ストップ。ありがとうございます。さゆりさん、年明けうどん、本当に食べたんですね。はい、食べました。食べました。今日は朝、餅に醤油かけて食べて、お腹空いちゃってね。最初、お汁粉にしようかと思ったんだけど、そのままあんこ食ったんだよな。で、結局その後お腹空いて、で、スーパーでは何も買ってこなかったし、で、お腹空いたな、どうしようかなと思って、で、結局餅を、レンジでチンして、醤油かけて食べて、で、その後に、お昼に年明けうどん作って食べて、で、夜はいいかと思ったんだけど、結局、コーンポタのね、スープに
餅入れて食べましたっていう感じで、今日は結局餅三昧でね、食べまくりましたっていう感じです。では、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お、なんだ。なんかアイディアもらってるっていう感じかな。神様からアイディアをもらえてる感じ。ただ逆位置だね。アイディアかどうかわかんないけどな。ワンドは火は何だろうな。行動力的な感じかな。好きなお餅の食べ方ありますか？好きなお餅の食べ方な。海苔。海苔が好きなので、海苔巻いた安倍川餅っていうのかなが本当は好きなんだよね。本当は好きなんだけど、海苔が高級品で私的にはさ。なのでね、なかなか安倍川餅として食べることはほぼない感じかな。だいたい何かしらのスープに投入して、で、食べるっていう感じ。さゆりさん、母の時代は牛乳が瓶だったそうですが、本当ですか？ああ、そうだね。私の時代は紙パックでした。瓶の牛乳は指で開け損なうと、顔に牛乳かかる人がいたそうです。ね、だからまあパックに変わったんだろうなって思うんだけど、幼稚園の時はね、瓶だったよ。幼稚園の時は瓶でね、で、先生が針みたいの刺して、それで開けてくれんだよね、蓋をね。で、それを横着してさ、自分でこうね、指でこう開けようとすると、ビチャってなってな、顔にかかるってこともな、まあ、あるだろうな。エース・オブ・ワンド、エース・オブ、ワンド、ワンドの、意味はどうでしょうかね。逆位置っていうのがあったな。全体、逆位置で出た場合、熱意や気力が冷めてしまい、不十分な状態ややる気がなくなってしまっている状態だと解釈できます。また何かを始める際に、今のあなたではうまく力を発揮できないかも。もう少し準備をした方がいいよと教えてくれている可能性もなるほどね。てなわけで本日のタロットカードの意味調べるの会話。まだ準備が必要だよっていうね、メッセージだったと思います。まあ、正月早々ね、日本は大地震が来てますから、ぜひ皆さん今年は準備を進めてくださいっていうね、メッセージだったんじゃないでしょうかね。もち。舞さん、三角の紙パックの時代でしたね。小学校からは紙パックだったな。さゆりさん、牛乳飲んでる時に笑わせると鼻から牛乳、そうそうそう、小学校の時よくな、やってたよな、笑わせよう、笑わせようとね、してたよな、男の子たちがな。よし、よしさん、牛乳が瓶は私たちの時代です。瓶牛乳なら良いが、脱脂粉乳はとてつもなくまずいですね。そうだね。なんか母親がやっぱり脱脂粉乳でさ。で、あれね、時々小豆が一緒についてくる時があって、なんか小豆で溶かしてね、飲んでもいいよっていう時がたまにあって、もうその時だけは本当飲めたけど、もうあれ小豆がなければとてもじゃないけど、まずくてまずくて飲めなかったって話をまあよく聞いたよね。でもそういうもんなんだって、本当そういうもんなんだって。要はアメリカがね、もういらないから、ね、とてもじゃないから、けどいらないからっていうので、まあ日本人の胃袋に詰めようっていうね、GHQ のね、政策でされてたもんなんで、あれはまずいもんなんだってさ。さゆりさん、ヨッシーさん、脱脂粉乳、噂に聞いたことあります。そう、私の母親のね、子供時代の話。
だもんな、相当前ではあるけどなって感じな。ただまだ GHQ の制作はね、続いてますからっていう感じよな。そうで、昨日のライブの動画は、収益化できないっていうお知らせが来た。まあそうだろうな。まあそうだろうなと思って覚悟の上でやったんだけど、昨日はな。昨日の動画は収益化できないだろうなっていう覚悟の上でやったんだけどさ。でも、とりあえず何もお咎めなしでね、終わったんで、ああ、なんだよかったよと思ったんだけど、結局、なんだっけ、制限がかかって、この動画は収益化できませんみたいなね、お知らせが、正月早々うちには来ましたよっていう感じで、年を明けました。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。あ、そうだね。今日初夢だね。いい夢が見られますように。じゃあ、各自、ああ、よかったをね、3回言ってから、眠りに疲れたらいいんじゃないのかなと思いますよ。一富士、二鷹、三なすびでしたね。ね、ナスビはなんでなんだろうな。わかったらコメント欄に、答えを書いておいていただけると嬉しいよってなわけで。なんだっけ、忘れちゃった。じゃあいいか。次回も見てくれるかな。はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい初夢を見てね。おやすみなさい。バイなら。